にちは。今回はグノーシア第2話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。何も解決してない状態で状況がさらにややこしくなった。これで基本ルールチュートリアルは終わったから、次回からはメンバー変わって役職説明か。メンバーが変わってる？それとも増えてるの？どんどん候補者増えていって無理ゲー感高まるな。リゼロと違ってこれループしても過去の情報がほとんど役に立たないのがきついな。てっちゃんが毎回保護者みたいにしてくれてるけど、この人もグノーシアの可能性があると毎回疑わないとならないからな。初見の人間が増えていくから、ループしながら人柄や癖を覚えていって最後に決めるやつかな。2分の1を外し続ける男。もしかしてグノーシアはハニートラップがお得意？最終回まで全部バッドエンドだったりして。ループ1回目に全回知識活用しようとして失敗するのは仕方ない。まさか世界自体違うとか思わんし。そもそもループしながらヒントを積み上げてくなら、どうしても序盤は推理要素が少なくて運頼みになるな。まあループした直後に最適行動を取るループものなんて面白さ半減だしな。人狼の初手釣りなんて逆人気投票みたいなもんだしな。敵でも味方でもラキオは生かしておくと厄介なのはなんとなくわかる。これって全員が1票ずつ入れて同票数になったらどうなるん？ゲームだと同票同士で決選投票したり、その回は保留になったり。これラキスケに毎回話するのが一番いい気がする。ラキオがなんだかんだで有利に票を入れてないっぽいのは優しさと見ていいんだろうか。こいつに演技や隠し事とかできなさそうという論理的帰結かもしれない。ラキオが最高にラキオしててこっちまで笑顔になる。ジナ、グノーシア視点。今回有利は SQ を疑ってるミスリードをしてる。ラキオは議論に強い。SQ はジナと有利の2票で凍らせられるなので、ラキオ消滅確定なのだ。おっぱいがでかいキャラほどグノーシアになりやすい。これは今のところ 100% 的中してる法則だ。面倒なやつは決して間違った推理をしてるやつを残す。人狼ゲームの基本っすね。旦那、グノーシアのおもろいところは、グノーシア特定できてても狙い通りに吊るせないところにあるんよな。今回ジナがやってた誰が怪しいと思うって聞いて、それに同調するやり方って普通に人狼側のセオリーだからちゃんとしてる。あれ、知らんやつが増えた。しかも声が早見んのキャラまで増えた。おいおいステラ思った以上に H だろこれ。こういう早見は怪しい。次は新しい女にやられてまたループかな。それぞれの性格もだいぶ分かってきたし、そろそろ攻略できるかなと思ったらキャラ増えたわ。失敗してんのにさらに増えるとか無理だろユーリくん。ノーヒントで解決するのきつすぎる。実質この能力何も有利になってなくね。勝つまでやれるならめちゃくちゃ有利だろ。言うてループ回数に限界がないならいつかクリアできるじゃろ。チャンスは5回とかなら脳みそ絞るしかないけど、無限コンティニューならそこまで大変でもないような気はする。鋼のメンタルは求められるかもしれんが、とりあえず3次元チェスしようぜ。主人公がかわいそうな目に遭い続けるのをめでるアニメな気がする。見返せばちゃんと推理可能になってるんだろうか。いや無理。ヒントはないからこれ自分で犯人引きずり出すしかない感じか。まだ人狼のロールが全く付与されてない状態だからな。本格的に推理がいるようになるのはこれから。今のところかなり理想のアニメか。原作やってても誰がグノーシアかわからないのがいいね。アーコの話ね。じゃあグノーシアはあいつだみたいなのがない。今回で示唆されたから書けるけど、ラキオがグノーシアになることもあるんだからな。初日で釣ってゲーム終了じゃねえか。普通にありえるんだよな。記憶を持ったままループする有利。節の思い、ジナの信頼、ラキオの疑念、そして SQ の笑顔の裏に潜む影。誰を信じるかでなく何を信じて生きるかが問われる中で、少しずつ狂う人間関係と揺れる心が絶妙すぎる。ループ地点の時系列で確定してるはずのことは変わらないと考えるのが普通だし、
変わる可能性があるとしても、それってループの使用次第だから有利視点じゃ知りようがない。初日で S 級釣れれば本当は良かったのかもしれないけどね。節は記憶を持ってない。ループを知ってて有利に力を渡したのでは。覚えてないなら記憶喪失を見破れると言いつつ見破れなかった。3次元チェスって何なの？これはループというより平行世界への転移。ループした有利、くれた力のおかげで戻ってきたと説に言うも、自身も何回かループしてるならば意味させそうだけど、説理解できてないってことはキューブ手放すとループのこと記憶から消えるのかな。予告カット見た時、モーレーの時内で早くないって思ってたから、そうじゃなくて安心しました。動きも丁寧で作画もよく、演出も凝ってて素晴らしかったです。ただ一つ、節のループ知らない反応だけは本当にわからない。有利のためにとぼけてるだけ。繰り返すこともだけど、何度も殺されるのはきついな。ループものでは他の人が知り得ない事実を知っているというアドバンテージが得られるものだけど、これはそれがないのが地味につらい。まあ人狼になれることでいわゆるプレイヤースキルは身につきそうだけど、やっぱり結果は変わってくるよな。今回はジナだったか。最初ラキューっぽかったけど、ジナの信頼イベントがあからさまだもんな。いい雰囲気にも見えたけど、やっぱり信用はできない。てか途中の船案内なに塩対応された S 級、ちょっとかわいそう。で今度はキャラが増えるか、さらにわからなくなるな。世界線説明の巻、ゲーム通り振り出しに戻る展開。主人公ユーリさんのループを肯定した上で、以前とは違う結果になる可能性を提示したのが、これまで彼に批判的だったラキオさんってところがうまいよな。これも確かゲーム通りだけど、アニメ完璧だった。展開はある程度読めたけどね。ゲームの要素もしっかり拾っていて、重道やステラの声もイメージ通りすぎて最高。早くラキオエピソードみたいな。どんな風になるんだろう。アニメはアニメで良いとは思うけど、面白いと思った人は今からでも大丈夫なのでゲームを始めてクリアしてから続きを見ることを強くお勧めしたい。有利は2敗したけど、プレイヤーなら正解を選択して避けられる。これだけで体験が圧倒的に違う。まだ序盤で推理材料がろくに揃ってない状況で議論してるから空中戦に感じてしまうのだが、花田大先生のことだし、どうせ回を重ねるごとに面白くしてくれるんだろうな。視聴者ごと騙すような大どんでん返しを期待してます。宇宙人狼とも言えるような内容でなかなか面白い。コールドスリープの解除ができるのなら順番にスリープ&解除で解決しそうに思えるけど、制約でもあるのだろうか。何かしらの方法で投票放棄&同票の場合はどうなるのか。初見は考察できるのが良き。楽しみに見ていこう。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。